8月20日から22日に横浜で開催された第9回アフリカ開発会議を終え、本日8月23日の羽田空港では、アフリカ各国の政府専用機が飛び立っていく様子が見られました。こちらは、アフリカ南西部のアンゴラ政府専用機、ボーイング 787-8 です。ソネアというアンゴラ国営航空会社が運航を担当しています。政府専用機というと、国名や国旗が機体に描かれていそうなものですが、この機体は赤と紫の線が描かれているだけというシンプルなものになっていますね。この塗装は、この機体が昔所属していたチャーター会社で使用されていた時のデザインをほぼ流用しており、アンゴラはあんまり独自のお国柄をこの機体で表現しようという気はないみたいですね。なんなら機体記号の DER も、かつて所属していたチャーター会社、ビアージェットの時から変わっておらず、税制面で有利なイギリス王室属領ガーンジーの国籍記号がついているという点もそのままです。機体記号くらいアンゴラ籍に変えたらどうかと思ってしまいますが、そのまま使っちゃうのも含めてお国柄なのかもしれませんね。飛行機は羽田空港 C 滑走路、ランウェイ16レフトから離陸です。第2ターミナルから天空橋へ移動してきました。ここからは B 滑走路を一望することができます。今日は第9回アフリカ開発会議の帰国便の他にも珍しい政府専用機を見ることができました。今遠くに見えてきたこちらは韓国政府専用機、ボーイング 747-8 です。今日から明日まで日本を訪れる韓国のイ・ジェミョン大統領を乗せてソウル空軍基地からの飛来です。飛行機は羽田空港 B 滑走路、ランウェイ22へ着陸です。韓国の政府専用機は数ある国の中でも少し特殊な運用形態が取られており、韓国最大手の民間航空会社である大韓航空が機体や乗務員、整備士を韓国空軍にリースし、韓国空軍が政府専用機の運航を行うという形が取られています。現在の機体、ボーイング 747-8 は2021年11月から5年間のリース契約が締結されています。現在の政府専用機は2026年10月にリース満了となり、以降の運用についてはまだ発表はありませんが、順当にいけば大韓航空からのリース契約がさらに5年程度延長されるのではないかと思われます。ちなみにこの機体が導入される前、2015年から2021年の期間は、大韓航空の 747-400 が同じようにリースされて政府専用機として運用されていました。飛行機は黄色いフォローミーカーに先導されて、第2ターミナル北側のビッグスポットまで走行していきます。
て、再び第2ターミナルに戻ってきました。次に離陸するのは、アフリカ開発会議を終えた、アフリカ西部のセネガル政府専用機です。機種はエアバス A320 ネオで、2021年に元政府専用機だった A319 を置き換える形で運用開始したようです。飛行機は C 滑走路、ランウェイ16レフトから離陸です。セネガル政府専用機は羽田空港を離陸後、関西空港に着陸したようです。2日後にちょうど大阪万博のセネガル、ナショナルデーがあるので、それを視察してから帰られるみたいですね。だんだん日が傾いてきましたね。こちらは沖縄、那覇空港から到着の ANA のボーイング787-10です。主力大型機をボーイング777からエアバス A350 へ移行し、脱ボーイングを徐々に進める JAL とは対照的に、ANA は主力大型機としてボーイング787と 777X を選択しており、ANA と JAL は機材選択で異なる道を歩み始めています。ボーイングは長引く品質問題で業績不振が続いており、ANA はもろにその影響を受けてしまっていますが、最近のニュースからもわかるようにボーイング社はアメリカ政府による全力のバックアップが行われており、長期的に見ればボーイングを買い続けるという ANA の選択が功を奏するパターンもあるかもなと、個人的には ANA の経営判断や政治的なしたたかさも垣間見えて面白いところです。こちらはロサンゼルスへ向かう JAL のエアバス A350 線です。2025年7月には日米関税交渉の合意をめぐって日本がボーイング社製の航空機100機の購入を約束したという報道もあり、今後の ANA と JAL の機材導入にどんな影響があるのか注目したいですね。というわけで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。